本当にたまに街で声をかけられて嬉しいヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビをお迎えするときに気をつけた方がいい、見た方がいい目利きのポイント3選お話ししたいと思います。初めてボールパイソンを飼われるときにですね、気に入った子がいた、この子だってなった時に、でもこの子って本当に元気なのかなとか、お迎えしてちゃんと育てていけるかなみたいなのって最初は分からないと思うんですね。で、大体ショップの人に聞いても大丈夫ですよっていうことが多いと思うんですけれども、それが本当に信頼に足るかどうかっていうのをどこで判断すればいいのかっていうのを質問されたりすることがあるんですが、ここに気をつけておけば良い部分を紹介したいなと思います。とにかく元気な子が何よりですからね。ボールパイソン初めて飼う時の目利きポイントその1は体に力があるということです。ボールパイソンはですね、全身筋肉なので体に力があるっていうのはすごく大事です。持った時にくにゃーってなったりとか、なんか元気ないなみたいになったりとかってなってると、ちょっと健康じゃないかもしれないので、こうやって持った時にちゃんと首を自分で持ち上げてくれるかとか、体を反らせた時にくるっと自分で戻ってくれるかとか、触った時にですねキュッと詰まった肉感があるかとかっていうのは結構大事かなと思います。体に力が入っている、体に力があるっていうのはやっぱいろんな抵抗力とかもある状態なので健康であると言えるし、逆に体に力がないなっていう状態だと、少し体調が良くないのかなっていう気がしますので、なんか力あるねこの子みたいなことをまずは見てあげると良いかなと思います。ボールパイソンをお迎えする時の目利きポイントその2はですね、口の中がきれいかどうか。ボールパイソンは呼吸器系の疾患になることが多いので、何か肺とか気管支とかにトラブルがあると口の中によだれが出たりするんですね。常によだれはあるんですけど、その量が異常だったりとか、泡を吹いたようなよだれが口の中にあったりするとちょっとね呼吸器にトラブルがあるかもしれないので、それを見るのが良い。初めてヘビをお迎えするっていう時にできるかどうかは、ちょっと頑張っていただくとしてやり方だけお見せしますが、なんか頭を支えてあげて口をちょっとウィッて開ける。これくらいでいいです。ウィッウィッ。この時に口の中に泡が混じったよだれとかがあったりすると、ちょっと元気ないかな、体調が良くないかなっていう判断基準になったりします。脱皮の前とかに一時的にそういう風になったりすることはあるんですが、今みたいなやり方で口の中を確認してあげたりとか、自分でやるのが難しいっていう場合はお店の人にやってもらうといいかもしれません。ちょっと口見てやってもらえませんかみたいなお願いすると見てやってくれると思いますから。ボールパイソン初めてのお迎え目利きポイントその2は、口の中がきれいかどうかを見るということでした。ボールパイソン初めてお迎えする時の目利きポイントその3は、変な糞をしていないか。ボールパイソンの健康な糞っていうのはプリッとしてるわけですね。白い部分と黒い部分があるんですけど、それが明確に分かれているっていうのも大事です。それがなんかマーブルみたいにぐにゃーっと入り混じっていたりとか、あるいは全体的に水っぽいとかっていうのは、ちょっとお腹が不調かもしれません。でボールパイソンはお腹が不調だと結構不調です。なのでケージとか見てみて、なんかちょっと水っぽいかな、下痢っぽいかなとか、そういう場合はちょっと体調が良くないのかなと思ってあげた方がいいのかもしれません。あとなんか変な匂いがするとかね、お尻からお尻拭いたりとか別にしないんですけど、健康であればちゃんとキレの良い糞をして、この辺に何かついたりとか匂いが残ったりとかしないんですが、いい匂い匂いしないんですけど、お腹の調子が悪かったりすると肛門から少し匂いが残っていたりとか、何かサインみたいなのがあったりすると思うので、そういうのを見てあげるといいんじゃないかなと思います。なので初めてボールパイソンをお迎えされる時に3つ気をつけてみたらいいんじゃないかっていうのは、1つは実際に持ってみた時に体にしっかり力があるかっていうこと、それから口の中がきれいであるかっていうこと、それから糞がちゃんとされているか、お尻周りが妙な匂いや色が残っていたりしないかっていうのは見てあげると、健康か否かっていうのを見極められるんじゃないかなと思います。あとはそのお迎えするお店の方としっかりコミュニケーションをとって、何かあった時に相談できるっていう関係を作っておくのもすごく大事かなと思います。
やっぱり初めてお迎えしたらですね、これはどうなのあれはどうなのって必ず出ると思うんですね。で、インターネットで調べたりとか本を見て調べたりとかっていうことももちろんできるんですけど、困った時に相談ができるっていうのはすごく大事なことだと思いますし、安心できると思うので、そのお迎えをされるショップの方とそういう関係を築いておくっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと思います。他のお店でお迎えされた場合とかでもご連絡いただけたら、うちでもお話聞いたり相談に乗ったりすることができますので、概要欄にあるリンクからですね LINE でご連絡いただけるとお話しやすいかなと思います。最初はね不安いっぱいですよね。僕もとっても不安いっぱいでしたが、でも生き物として強い方ではあるので、きっとその不安もすぐに喜びに変わると思いますので、ボールパイソン飼ってみようかなってちょっと考えている方はこの3つを意識しながら運命の出会いをしていただければなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの初めてのお迎えの時に気をつけるべき3つの目利きポイントについてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。